自分にとって何がベストなのかはやってみないとわからないもの。振り切ってやめてみると新しく見える世界もあります。これまでなんとなくで引きずってきたものをごっそりやめると、そこには余白が生まれます。これは時間や手間だけではなく、空間や感情といったものまで幅広くです。そうすると新しいチャレンジに意識が向かいやすくなるんですよね。ごきげんよう、ペーパーです。今日のテーマはこちら。ファイヤーしたいなら今すぐやめた方が良い20のこと。柔らか中学校の運営を開始してかれこれ5年目に突入していますが、この間ペーパーが大きく変わったのはライフスタイルです。2020年の夏、支出の見直しから入っていったんですが、それでは物足りず、資産運用のポートフォリオや自宅の荷物整理も行いまして、帽子はオルカン1本、荷物はキャリーケース1つ、衣服は夏物冬物それぞれ1セット。このようにいろんなものをシンプルに振り切りました。当時は40代になった時期でもあり、自分の中ではグレートリセットと呼んでいます。これは極めて稀なケースだと思いますが、僕はやると決めたら一度とことん振り切ってみるというのが信条。その方が最終的にどの塩梅が自分に良さそうか、最速かつ効率的にわかるからです。そんな行動をしてきた結果、なんやかんやと資産は増えていきました。直接的に支出削減になるようなものもあれば、あまり関係がなさそうなものも含めて、取り組んだことは多岐にわたるわけですが、では、やめたことには具体的にどんなものがあったのか。今回は実体験に基づき、とにかく思いつくだけ書き出してみようと思います。ファイヤー基準は人により様々です。インフレが進む現代では、純資産1億円でも十分ではないかもしれません。そして今から紹介していくやめた方が良いものは、あくまで僕自身が実践してきたことの羅列です。すべての人にまるっと当てはまらないかもしれません。前回、不幸な無職ペーパー、果たして幸せは何で決まるのかで取り上げたように、幸福の形もいろいろあります。そこをご了承いただいた上で、ぜひ皆様も自身で良さそうだと思うものがあればピックアップし試していく。そのぐらいの温度感で受け取ってもらえると良いのかなと考えています。資産形成をこれから始められる方、今まさにやっている方、すでに目標を達成された方まで何らかのヒントにしていただけると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。柔らか中学校。ファイヤーしたいなら今すぐやめた方が良い20のこと。数ありますのでテンポよくいきます。では早速見ていきましょう。1、個別株投資。2004年に元で50万円からスタートしました。まあ日本株のデイトレメインでしたので、とても資産運用と呼べるような内容ではありませんでしたが、自分で適宜カスタマイズしていく楽しさや夢もあるんですが、結果だけ見れば放置している今のオルカンが圧勝です。2、衝動買い。スマートフォンの利用中、ふと興味を持った商品を瞬間的に購入する消費のことをパルス型消費行動と呼びます。僕自身もこれを2020年以前はよくやっていました。同じ商品を使う用、保存用で2つ買うなんてことも。購入を思い立っても丸1日時間を置きましょう。3、飲み会。友人知人との食事に限らず、合コンや出会い系アプリなども含めて、薄い人間関係で支出を広げていった時期がありました。今振り返ってみると、何も手元には残っていません。自己投資にすらなっていないと思います。ゼロにして不要であることが分かったものの中の一つです。4、ゴールドカード。年会費2万円ほど支払っていましたが、
それに見合った特典利用もしておらず、ゴールドっていう魅惑の響きで長年なんとなく持っていただけでした。人は少しお金を持つと背伸びしがちですが、ゴールドカードはその最たる例ではないでしょうか。決済できれば何でもよい。5、サブスク。山ほどやめました。一度ゼロにしてみて、生活に支障があるかどうかを見極めた方が良い分野の一つです。登録しているのにそれを忘れている。いわゆる幽霊会員で成り立っているビジネスとも言えるかもしれません。もし利用するなら、1ヶ月で更新が切れるようにしておくと良いです。谷中中学校。6、通勤。2020年のコロナ禍以降、2023年2月まで勤務先オフィス近くでホテル暮らしをしていました。通勤時間の無駄さに気づいたからです。従来は片道45分かけて通っていましたから、概算で年間 367.5 時間。つまり年間 15.3 日は通勤時間です。もし自由な2週間があれば何に使えますか？ 7、ローン。身の丈に合った現金一括が僕の基本。ローンで買う車などは未来の自分への押し付けです。住宅ローンは金利が低いから OK、良い借金なんて言われることもありますが、支出が固定化されますので、よっぽどの資産運用玄人じゃない限りは、無借金家計の方が健やかに過ごせます。8、ポイ活。貯めること自体は悪ではありませんが、ポイントを得るために余計な買い物をしているようであれば本末転倒。あと、1ポイントを得るのに時間を大きく使うのも同様です。僕も D ポイントを貯めてかつ運用していますが、日常生活でもらえる範囲を取りこぼさない程度に留めています。9、他者比較。保有資産額、勤務先での役職、身につける衣服や装飾品、食べているものや住んでいる家など、SNS で本当か嘘かようわからん他人のステータスが見える化された現代では、自分が本当はどうしたいかがブレやすい。人生はロールプレイングゲーム。自分以外はモブキャラです。10、期待する。株も会社も他人も期待をするからがっかりします。結果が出る前にやたらハードルだけが上がっているなんてことありませんか？コントロールできることとできないことに分け、できることを昨日より今日は少しだけ良くしていく。このぐらい割り切った方が健やかに暮らせます。谷中中学校。11、後でやる。チャンスも副業も投資も勉強もすべて今やらない人から去っていくわけです。興味を示した人が1週間後もやっていない場合、その先一生やることはないんだろうというのがペーパの見解。曖昧にしておくよりすぐやって自分に合うか否かを判断しちゃった方がすっきりします。12、完璧を目指す。小さく始めた人が走りながら最適化して最後には勝つ。大抵の出来事はこう説明ができるんではないでしょうか。百聞は一見にしかずということわざがある通り、事前にあれこれシミュレーションするよりも一回やった結果の方が何倍も価値があると僕は考えます。13、保険の入りすぎ。保険は不安を買う商品なんて言い方もあります。安心したいなら大抵のケースでまず現金を積み上げる方がいい。自動車や火災など本当に必要な民間保険は限られるんではないでしょうか。僕も知人から勧められて養老保険を7年間ほど払い続けていたことがありました。14、現金利用。僕は家計簿アプリで支出記録の自動化をするため、2014年に現金決済を卒業してクレカ払いに集約させました。結果的にここで蓄積していったデータが6年後に支出管理する際大変役に立ちました。現金はかさばるし、出入りが見えづらいし、
不衛生だし、いいことありません。15、ご褒美。よく自分へのご褒美として、プレゼントやスイーツを買うなんてことを耳にしますよね。これ、本当にピンポイントで大切な日にそうしているのか、もしくはただ自分への甘やかしになっているのか、この確認が必要。本当のご褒美は、将来自分を楽にするための投資です。柔らか中学校。16、手段へのこだわり。目的ではなく手段ばかりにこだわりすぎること。投資でも仕事でも趣味でも、なぜやるのかを見失うといい結果にはならない。目的イコール最終的に達成するべきこと。目標イコール目的を達成するための指標。手段イコール目標を達成するための方法。この構造を忘れないことです。17、SNS。何が本当で何が嘘かを見破るのが難しい。そして時間が底なしに失われる。特に金融投資にまつわる情報で右往左往してお金をすり減らすことの日常茶飯事ですし、僕自身そんな渦の中にいたこともあります。利用時間や範囲など自制できない場合は距離を置きましょう。18、三大携帯キャリア。ペーパはドコモを大学生以来四半世紀利用し続けてきました。支払ってきた総額は200万円を下らないでしょう。住宅や保険を除けば人の固定費で最も重くなりがちなのもこの携帯電話料金です。格安 SIM に移行して5年、かれこれ30万円ほどは節約できていると思います。19、延長保証。家電購入時などで必ず聞かれるやつです。ペーパー、これ昔は必ず入っていましたけども、結果的に役立ったことないんですよね。通常はメーカー保証が1年ついていますから、それで十分じゃありません？購入商品の金額と比べ延長保証費用が安く見えがちという罠もあるんですよね。20、新型 iPhone。新モデルを買う理由は見栄か欲求が抑えられないか、ガジェット系 YouTuber のいずれか。Apple の業績が上がれば株価も上がるし、結果的にオルカン評価額も上がって僕は嬉しいですけども、もし毎年買い替えている方は一度立ち止まって本当に必要かを考えましょう。柔らか中学校。今回はファイヤーしたいなら今すぐやめた方が良い20のことをテーマに話を進めてきましたが、いかがだったでしょうか。ジャンルはバラバラですが、振り返るとまあ実にいろんなものをバッサバッサとやめてきたなと思います。別にお金を貯めたくてやめたものばかりじゃないんですが、結果的に無駄な支出につながっていくものが減るんですよね。自分にとって何がベストなのかはやってみないとわからないもの。振り切ってやめてみると新しく見える世界もあります。これまでなんとなくで引きずってきたものをごっそりやめると、そこには余白が生まれます。これは時間や手間だけではなく、空間や感情といったものまで幅広くです。そうすると、新しいチャレンジに意識が向かいやすくなるんですよね。生きていると食わず嫌いなこと結構多いと思います。僕も山ほどありました。投資の観点でいけば、自動入金、自動積み立てなんて最たる例です。最初の一歩だけでいいのに踏み出せなかった。コロナ禍のおうち時間がなければ、きっと今でもやってないでしょう。あとは日常生活関連でいくと、コンビニのセルフレジ利用とか、ポイントカード提示、プラス D 払い支払い、プラス D カード設定の、いわゆる D ポイント30取りとか。一度それを始めると、それ以外は考えられなくなる。そういうものが世の中にはたくさんあります。だからこそ、いろんな分野に手を出してみて、肌に合うかどうかをどんどん確かめることが大切になります。外れのケースの方が多いわけですが、だからこそ当たりを引いた時の幸福感は何事にも代え難いものがあります。そんなわけで、
今回のやめた方が良いことを参考に、皆さんもぜひいろいろなものを手放してみてください。そして、すでに実行してるよ、こんなものやめたよという方は、ぜひコメント欄で紹介いただけると嬉しいです。この柔らか中学校では、お金や仕事に関する話題を中心に、ファイヤー生活に突入したペーパーの日常を赤裸々にお届けしています。ぜひチャンネル登録、いいね、コメントをよろしくお願いいたします。また、サブチャンネル、ペーパーの独り言は、ペーパーが興味関心のある話題を取り上げて、好き放題喋り倒すラジオのようなライブ配信番組となっておりますので、こちらもぜひチェックしてみてください。人生はノーコンティニュー、悔いのないようにやっていきましょう。今日のまとめです。いろいろやめると、新しい取り組みを始めやすいということで、以上、ペーパーでした。では、ごきげんよう。柔らか中学校。メインテーマをひとしきり喋り終わった後で、さらになんやかんやと喋っていくコーナーです。冒頭にも紹介した不幸な無職ペーパー、果たして幸せは何で決まるのかの回、実に多くのコメントいただきまして、皆様本当にありがとうございました。皆さんのコメント、いつも楽しく読ませてもらっていますけれども、今回は特に学びにもなり、そしていろいろな人生観を感じることもできる大変有益なコメント欄となりましたので、その一部をせっかくなのでここで取り上げていこうと思います。まずはメッツさんからです。私も孤独なお金持ちですかね。金融資本、まあ大丈夫かな。人的資本、フルファイヤーしちまった今は自信なし。社会資本、ほぼ家族のみのミニマルな人間関係なので、かなり×寄りの三角かな。それにしても立花明さんの幸福の資本論は、これらをステップバイステップで獲得すべし的な趣旨なんでしょうか。個人的には今の状態でも十分幸福ですが、一つでも獲得できれば十分幸せの土俵には乗っていると思いますから、あとは何が足りないと感じるか次第なのかなとも思います。本書の趣旨としては、全て手に入れていこうというものではなく、人生のステージごと必要に応じて資本配分をリバランスしていくことをイメージしているのかなと受け取りました。続いて、まさしさんからです。数少ないハテナ、マネックスユーザー同士でいつも楽しく配置をしています。ファイヤーされた方でいつも残念に思うのは、独身の方が多いことです。私は日本という国に愛着があるので、今後も住みやすい国であってほしいと思うのですが、ファイヤーできる意識も能力もある方々の DNA が残らない可能性があるのは、今後の日本が心配だなと思ったりしています。結婚が全て、未婚の子というのは申し訳ないですが、私的になしなのでこのような表現ご容赦ください。閉じ。良いとは思いませんが、子供は本当に宝だと思います。希少なマネックスユーザーですね。ドコモとの資本提携後も、未だにパッとしませんよね。確かに、独身ファイヤー民の方は多い印象ありますよね。資産形成にのめり込む人は個性が強いということもあるんでしょうけども、他の要素を諦めてお金を育てることに特化しなければ、将来の安心が得られないっていうことも大きいんだと思います。これが一段落すると、大抵はもう今期を逃している。もしくは興味関心の対象外となるわけで、バランスよく生きるのは難しいなと改めて思う次第です。続いて、クワイエットさんです。能力値、スキル選択制の RPG ですね。会社員2、恋愛家族1、投資3、趣味3。私も孤独な金持ちだな。一緒に遊んでくれる友人はちょっとはいるんだけど、どのバランスが自身にとって最も心地よいのか、これ実際にその状況になってみないとわからなかったりするのがまた難しいところですよね。続いてポアラさん。幸福かどうかはその人の感性の側面が強いので、資本が一つだけでも十分幸せと感じるのであればいいんでしょうけども、今の SNS 社会ではすぐに他人と比較できてしまうので、ないものねだりをしてしまい、不幸を感じてしまう傾向にあるような気がしています。立花明さんのご著書は、幸福や人生について体系的にわかりやすくて、
人生の方向性を決めていくのに有効だなと思います。人生は攻略できる、いや、どうしたらお金持ちになれるのなどは読んで若い頃に知りたかった内容だったので子供にも読ませました。幸福の資本論は人生の指針として万人に知ってほしい考え方だと思っています。なるほど。他者との比較がしやすい時代背景が必要以上に劣等感を持つ理由になっているかもしれませんよね。おっしゃられるように今後どう生きるかを考える足がかりとしてはすごく役立つフレームワークだなと感じます。続いてボウオウさんからいただきました。コメントに答えられてないように感じます。コメントの短所から自分の得意分野に論点を変えて他の視聴者に自信をアピールしているような印象を受けます。性格の違い、仕事のスタイルの違いに通じるかもしれませんが、動画のゴールまでが長く主張が伝わらない気がします。一言で終わりませんか？コメントご視聴ありがとうございます。一言だとごもっともですね。ミミズクさんからです。私も孤独な金持ちですね。何もないよりマシですが、去年だったかに北九州市のマクドナルドで中学生2人を刺した男が逮捕され報道されていましたが、あの容疑者なんて家賃収入や車複数台持ちからわかるように、経済的には何も困ってなさそうなのに、嫁子供に逃げられ、稼ぐ能力もなかったんだろうと思います。あれを見て自分もそうならないように気をつけなければと思ったのと、無敵の人って何も持たない人とは限らないと思いました。なるほど。お金があっても無敵の人になってしまう可能性はあるわけですよね。確かにどの資本だとしても過去との落差や失い方によってはそうしたことがあり得るんだと改めて感じます。続いては孫悟空さんからです。私も孤独な小金持ちですね。50過ぎだともう友人には恵まれそうにないので、せめてソロリッチになれるよう頑張りたいです。かっこよく言えば孤高なるリッチマンですかね。確かに年齢が上がると友人を作る難易度も上がるなと感じます。一方でいつでもどこでも稼ぐことのできる力を持つのはやっぱり強いですよね。続いてミレイさんからいただきました。幸せホルモンを出すという意味では、お金などのドーパミンと人との触れ合いなどのオキシトシンがあると思います。ドーパミンは麻薬と一緒でもっともっとでキリがありません。オキシトシンは安定しています。家族や恋人を作らないなら、とりあえずペットを飼ってオキシトシンを出すといいのではと思いました。確かにペットと暮らすとメンタルはすごく安定しそうな気がしますよね。まあ自分のことが精一杯で他の命を預かる勇気なかなか持てないという現実ありますけれども。続いて RTCM さんからです。お金がないとお金に縛られちゃうのが現実ですかね。お金があれば売りたくないものを売らずに済みます。それは自分の時間です。そうした時間があることで精神的な余裕が生まれるというのがお金の優れた効能の一つなんでしょうね。続いてファウンデーションさんからです。幸福の定義ですか。あまり期待しないのが一番なんじゃないですかね。期待しなければ裏切られてがっかりすることもありませんしね。続いて下手なおじさんさんからです。自分に合った生き方さえしていれば、傍から見て足りていないものも自分にとってはいらないものなので問題なしです。おっしゃられるように、その当事者しか良し悪しはわからないですからね。自身の価値観を押し付けることのないように気をつけたいところです。バクゼロさんからです。会社に縛られるぐらいならお金に縛られた方がマシ。そんな考えでファイヤーを目指し無事に達成しました。会社員としての生活では僕の幸福は一生訪れなかったと思います。副業で成功してファイヤーしたのでソロリッチってやつに当てはまるのかもしれませんね。自身で新しい道を切り開くっていうのは並大抵の努力ではなし得ませんから、素晴らしいの一言ですよね。続いてパウロ・リマさんからです。
社会資本は良い人間関係から悪い人間関係を差し引いて考える必要がありますね。一つの人間関係が幸福度を大きく左右する場合がありますから、人間関係も負債はない方が良い。なるほど。確かにそうですよね。社会資本も PL 的ではなく BS 的な受け止め方をすることが大事ということですね。悪い影響を与える人とは距離を取れとはよく言ったものです。続いて、ニナユシンさんからです。友達いないけど一生困らない資産と可愛い子供たちがいるので幸せです。満足しています。自分が満足するところを探したりたどり着いたりがなかなか大変ですから、素晴らしいことだと思います。谷中中学校。ということで、不幸な無職ペーパの会にいただいたコメント紹介でした。いやいや、実に幅広い視点、そして人生観を提供いただいた感じしますね。集合値なんて言葉がある通り、YouTube チャンネル運営をしていて、このコメント欄が盛り上がることが、ペーパー自身にとって一番の学びになっていると言えるかもしれません。本を読む、人と話すというのは、第三者の人生を垣間見ることだと言い換えられるわけですが、短い人生だからこそ、いろんな視野を手に入れるため、こうした場所は今後も大切にしたいなと思います。コメントを寄せいただいた皆様、本当にありがとうございました。以上、ペーパーでした。ではごきげんよう。